どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は毎月恒例の買ってよかったものを紹介します。2023年10月の買ってよかったものですね。今月は iPhone 15 Pro Max 用のアクセサリーとかね、結構細かいものもいろいろ買ったので参考にしていただけたら嬉しいです。では早速いってみましょう。10月に買ってよかったもの、まず1つ目はこちら。Amazon Fire TV リモコン Pro です。はい、こちらですね。これはね、Amazon Fire TV スティックの別売りのリモコンなんですけど、同梱のリモコンにはないね、いくつかの機能が欲しかった機能だったので、この前の Amazon プライム感謝祭でこちらをね、購入しました。パッと見はね、Fire TV スティックに同梱のリモコンとね、そんな変わんない同じような感じなんですけども、ここに1、2という物理的なボタンがついていまして、これがね、カスタマイズできるボタンなんですね。で、ここに好みのアプリを割り当てることができるという、そういったね、ボタンがついています。僕はね YouTube とか Hulu とか結構見るんですけども、このね下の4つ、最初からついてるね4つ、ここには YouTube も Hulu もついていないので、ここの1、2に YouTube と Hulu をね割り当てて使っています。今までのリモコンで Fire TV のホーム画面から YouTube を選ぶか、このねボタンを1回押すだけで YouTube を開くか、まあそのちょっとした違いなんですけども、毎日ね Fire TV で YouTube とか Hulu をね見る僕にとっては、この毎日の手間、小さな手間っていうのがね積み重なっていくことを考えると、それがね軽減されるのは結構嬉しい機能です。あとこのボタンが暗闇で光るようになってます。なので夜部屋の明かりを消して見ている時とかもリモコンボタンをね見失うことがないです。アンカーのねネビュラカプセル3レーザーのねリモコンとかもねこういう風になってくれたらいいなとかも思うんですけど、そういったね暗いところで見るっていう配慮もされているリモコンになってます。あと操作感も非常に快適で、 Fire TV の画面上のカーソルの移動なんかもねスムーズで、メニューを選んだり操作する時のストレスっていうのはねほとんどないので、かなりね使いやすいリモコンだと思います。はい、そういったちりつものちょっとした毎日のストレス、これをね軽減できる Fire TV リモコン Pro、 こちらがね買ってよかったものの一つ目でした。多分またブラックフライデーでこちら安くなるんじゃないかなと思いますので、気になった方はね11月のまた末になると思うんですけど、ブラックフライデーあると思うんで、そこで狙ってみてください。はい、一つ目がこちらで、続いて買ってよかったもの2つ目はこちらです。三和ダイレクトの電動エアダスターです。はい、こちらですね、充電式のエアダスターです。ボタンを長押しするとこんな感じで強力な風が出るので、これでキーボードのホコリとか、あとは窓のサッシの汚れとかを吹き飛ばすことができます。風量が3段階で変えられて、この先端のノズルの付け替えもできるので、いろんなところで使えるんですけども、僕はこれねメインはアガベの水やりの後に使っています。アガベにバーッと水やりをするんですけど、そのままね直射日光にさらしたり LED ライトの下に置いてしまったりすると、こういうね雫がレンズの代わりになってしまって刃がね焼けちゃうことがあるんですよね。あと蒸れに弱いアガベの品種とかだと水がね溜まったところがジュクジュクになってしまったりして、大事なアガベが傷んだりね最悪枯れちゃったりするんですよね。それを避けるために水やりの後は葉に乗った水をね吹き飛ばさないといけないんですけど、今まではこういったカメラのレンズのホコリを吹き飛ばすブロワーというものですね、シュッシュってね空気が出る、こちらを使って水をね弾き飛ばしていたんですけど、結構ね株数があると、これずっとやってるとねなかなか重労働とかね手パンパンになるんですよね。これね結構いい手の運動になるんですけども、こちらのエアダスターを使ったら簡単に水を吹き飛ばすことができるので、これのおかげでねアガベの水やり後の水弾きの処理が、めちゃめちゃ楽になりました。アガベをたくさん育ててる方ね、ほんとこれ絶対持っといた方がいいと思います。ただね結構これ風が強いので、土の表面に富士砂を敷いたりして用土がね飛びにくくした方が安全です。乾いた土はねこれぐらいの風だったらふっとね飛んでってしまうので、用土を飛ばしたくない場合は用土の上に富士砂を敷いておいたりすると安全だと思います。その辺はねちょっとうまくやってみてください。はい、そんな僕のアガベライフを快適にしてくれたエアダスター、こちらが買ってよかったものの2つ目でした。はい、続いて買ってよかったもの3つ目はこちらです。
はい、こちらの新型 iPhone 15 Pro Max です。今カメラを iPhone 15 Pro Max のカメラからソニーの α7S3 に変えました。そういうわけで今日の動画はここまでずっとこちらの iPhone 15 Pro Max で実は撮影をしていました。動画めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。今年はカメラ性能に期待して iPhone 15 Pro Max にね買い替えをしたんですけども、こんな感じでカメラは YouTube の撮影にも使えるぐらいね結構実用的になってきてると思います。こんな感じで動画も綺麗ですが、写真もね綺麗に撮れます。写真機としてのカメラ性能についてはこの前動画にもしていますが、もう普段使いのカメラとしては十分すぎる品質だと思います。この iPhone 15 Pro Max は iPhone では唯一の光学5倍レンズがついているので、これで撮る写真はね他のレンズでは撮れない面白いものばかりなので、そういった意味でもねかなり実用的になってきたと思います。最大25倍のデジタルズームだったらこう月とかもね撮れちゃいます。あと本体のね使い心地という点でもね非常に良くて、僕自身初のMAX なんですけど、プロ MAX をね初めて買ったんですけども、大きさとかね手の馴染み方とかって結構大きいのかなと思って不安もあったんですけど、 iPhone 14 Pro からの機種変更でも全然ね違和感なくて、サイズが大きすぎるとか重すぎるとかねそういった感じもそんななくてですね、非常に快適に使えています。購入時のレビュー動画でも話していますが、 iPhone 14 Pro と iPhone 15 Pro Max こちらのサイズ感とか重さってねそんなにめちゃめちゃ変わるって感じでもないんですよね。なのでその辺はね全く問題なしでした。あとプロマックスにして分かったんですけど、やっぱ画面大きいですよね。ベゼルもかなり細いのですごい画面が大きいなってね、ここは大きな違いを感じます。スマートフォンとしての機能は正直ねもう成熟してきた感があってあまり驚きもないんですけども、カメラ機能とか、あと USB-C になったことで動画の転送速度とかっていうのも速くなりましたので、そのデータの扱いという点で楽になったっていうのはねまた嬉しいところですよね。はい、そんなわけで iPhone 15 Pro Max こちらねほんと買ってよかったと思ってます。で、続いて紹介するのはそんな iPhone 15 Pro Max のカメラのレンズにつけるアクセサリーなんですけど、これね3つまとめて紹介します。スモールリグの磁気フィルターアダプターと ND フィルターとブラックミストフィルターです。iPhone 15 Pro Max は iOS の標準カメラでも綺麗な映像がもちろん撮れるんですけど、今撮っているフルサイズのミラーレス一眼みたいに細かな設定をしてこだわって撮りたいという時には別のカメラアプリを使う必要があります。で、僕が今動画編集で使ってるのが DaVinci Resolve という編集やソフトなんですけど、これを開発しているブラックマジックというところが最近リリースしたブラックマジックカムというねカメラアプリがあるんですけど、これがねかなり高機能で本当ミラーレス一眼のように細かな設定ができるので、 YouTube で使う動画を撮るときはねこちらを使って撮ってるんですが、ちなみにこれ無料です。無料なのにかなり高機能なカメラアプリなんですけど、こちらを使ってるんですけども、ちょっと専門的な話になりますが iPhone は F 値が固定なんですよね。絞り値っていうF 値が固定なので、シャッタースピードを固定しようとすると結構ね白飛びしちゃうんですよね。このゼブラ色のところが白飛びしているところなんですが、このままだと撮影した動画がねもう白くなっちゃってね、もう何が映ってるかわからないような感じになってしまうので、この白飛びを軽減させるためにこちらの ND フィルターっていうのをつけることでレンズにサングラスをかけたようになって真っ白だったところが白飛びせずに撮影できます。これはねこういったミラーレス一眼でも ND フィルターっていうのありますけど、それのスマホ版ですね。でそれをつけるんですけど、つけ方としてはここカメラレンズありますが、ここにこれをですねこういう風にはめて、でここがネジになってるのでこのネジをこう締めてあげます。でもちろんクッションがついているので画面を傷つけたりすることはないです。こんな感じでネジ止めします。でここにこちらがですねそのサングラスになってるものなんですけど、こういう風に回すとサングラスの濃度が変わります。明るくなって暗くなって、濃いサングラスにするとより太陽の光っていうのを軽減することができます。でこれをですねここにカチャッとくっつけます。これ便利なのがマグネットになってるんで、もうカチャッとね乗せるだけで吸着してくれます。でもちろんこんな取れることないですね。こういった強力なマグネットで取り付けができます。でこれをこういう風に吸着させてサングラスの濃度をこういう風に調整することによって白飛びしていたところが軽減されます。こんな感じでもともとゼブラ柄になっていたところがこの ND フィルターをつけることでレンズにサングラスをかけたような効果が施されますので、これで真っ白だったところが白飛びせずに撮影できます。
こちらが ND フィルターをつける前、そして ND フィルターをつけるとこんな感じです。これもちょっと専門的な用語になっちゃうんですけど、これログっていうね形式で撮影しているので、もともと色はこう薄いんですけど、ここに編集ソフトで色を乗せるとこんな感じになります。こうやって後から編集ソフトで好みの色を乗せることができるのがこのログ撮影のいいところなんですが、さっきみたいにね白飛びもしちゃうので、この ND フィルターが必須になってくるというわけですね。でこう白飛びしちゃうのはね基本屋外なんですよね。日中屋外で撮影する時とかに白飛びしやすいので、逆に言うと屋内に入ったらこれつけたままだと真っ暗な映像になっちゃうので、屋内では取り外す必要があるんですけど、それもねこれマグネットなんですぐにこう取り外してこのままもちろん撮影することができるので、このねすぐ外せる、すぐ取り付けられるとこう着脱が楽なのがねめちゃめちゃいいですよね。こだわらずに普通に動画撮るんだったら全然こんなのはいらないんですけども、僕のようにフレームレートだったりシャッタースピードだったり明るさだったり、そういったものをこだわって撮りたいなと思ったらねこれね必須になってくると思いますので、 iPhone をカメラとして使いたい、それで白飛びがいつも気になるって方はねぜひ使ってみてください。はい、そんなね ND フィルターなんですけど、でこれと同じような仕様のもので、こちらがですねブラックミストフィルターというまたちょっと違ったフィルターなんですけど、これも同じようにマグネットでね吸着させることができます。でこのブラックミストフィルターっていうのは、これをつけてイルミネーションとかこう電飾を撮るとこんな感じで柔らかく光が拡散してすごい雰囲気のいいね映像が撮れます。ネットフリックスの韓国のドラマとか見てると分かると思うんですけど、フィルターがかかったように少しねこうふんわりした映像をよく見ると思うんですが、ああいった効果を与えるのがこのブラックミストフィルターというものですね。でもちろんそういうプロ仕様のカメラとか、ミラーレス一眼でもあるんですけど、それのこう iPhone にもつけられるというのがこちらですね。これで撮影した映像こんな感じなんですけど、めちゃめちゃ雰囲気良くなりますよね。もちろんこれ夜イルミネーションの前だけじゃなくて日中とかでもね綺麗に撮れますので、ちょっとふんわりした幻想的な映像を撮りたい方はねこちらあると雰囲気出せると思います。こちらもおすすめです。こういう風に磁気フィルターなんかを使いながら iPhone 15 Pro Max でいろいろ試しに撮ってるんですけども、もうさっきのねブラックマジックカムのアプリとこう ND フィルターとかがあれば、もうわざわざね Vlog カムみたいなカメラはね買う必要がないかなってちょっと思っています。普段持ち歩いているスマホをカメラとして使うっていう風にすれば、別にカメラを持ち歩くってことはねもうしなくていいようになってるんじゃないかなという風に思ってます。このセッティングでね思いのほか本格的な映像が撮れることが分かったので、来月また台湾に行くんですけど、そこでまた Vlog を撮ろうかと思ってるんですが、今回大きいカメラ持ってかないでこのね iPhone 15 Pro Max だけで Vlog の撮影をしてこようと思ってます。またねこのチャンネルで Vlog を公開しますので、よかったらそちらもご覧ください。はい、そういったわけで3つまとめましたが、これらが買ってよかったもの4つ目、5つ目、6つ目でした。続いて買ってよかったもの7つ目は、この iPhone 15 Pro Max と一緒に持ち歩きたいこちらです。アンカーナノパワーバンクです。このコンパクトなモバイルバッテリーですね。ここにね折りたたみ式のプラグがついているので、こういう風にプラグを持ち上げまして、ここに USB-C のプラグが出てきますので、これを iPhone 15 Pro シリーズにこういう風に差し込むと、これで充電することができます。これねこんなコンパクトなのに容量はね 5000mAh あります。 iPhone 15 Pro Max とかは1日使ってもバッテリーが切れることはねそうそうないんですけども、たくさん通信したりさっきみたいにこういろいろ撮影していたりすると、やっぱりね帰り際とかにバッテリーが切れることもあるので、これをね一つバッグに入れておくとねかなり安心できました。僕は今まで同じくアンカーのこちらの633マグネティックバッテリー、こちらをね持ち歩いていたんですけど、これねまずサイズがちょっと大きいのと、あとそこそこね重いのと、1万ミリアンペアあるんで重いのは当然なんですけど、それなりにねサイズと重さっていうのはあるのと、あとこれねマグセーフ対応なので、こういう風にね背面にくっつけて充電することができる。これはこれで便利なんですけど、僕普段 iPhone 15 Pro Max 持ち歩くときはこういう風にねモフトをくっつけてるんですね。モフトをくっつけてるので、充電するときに一回モフトを外してでマグネティックバッテリーをつけるというね、こういう風に外してつけるというね作業が必要になってくるんですよね。ちょっとした作業ではあるんですけど、これいちいち外さなきゃいけないっていうのも若干煩わしいなっていうところがあったので、これだったらこういう風にねモフトをくっつけた状態でも
刺すだけなので、こっちの方がね取り回しがいいなと思いまして、今はねこれだけ持ち歩いています。刺してるだけなんですけど、もちろんね振ったりしても落ちることなんかないですし、ただ USB-C だけで繋いでるのでちょっとここの強度が心配かなってところあるんですけど、よほどね強い衝撃を与えたりしない限りはね折れることとかもないと思いますので、一度ね僕手を滑らせてしまってこのまま落っことしちゃったんですけど、その時もねこんな感じで無事でした。無傷でした。ただもしかしたらその時はたまたま無事なだけだったかもしれないので、落とし方次第では折れたり破損したりするかもしれないので、取り扱いは十分に注意しましょう。はい、そんなコンパクトでバッグに入れておけばいざという時 USB-C で充電できるこちらのナノパワーバンク、こちらが買ってよかったものの7つ目でした。今日紹介した商品はね全て概要欄にリンク貼っておきますので、気になった方はねぜひチェックしてみてください。続いて毎月恒例のお取り寄せなんですが、今月はねお取り寄せというか、この前の Amazon プライム感謝祭で買ったヘルシーフードがね結構美味しかったので、こちらを紹介しようかと思います。はい、紹介するのはこちらです。全部ヌードルです。これずっと気になっていて、今回初めて試してみたんですけど、これ豆でできた麺ですね。エンドウ豆 100% ですね。見た目はパスタなんですけど豆でできています。豆 100% なので糖質オフ、グルテンフリー、タンパク質豊富で食物繊維も取れるということで、これでね味さえ良ければ最高だなと思って、これパスタソースなんかをかけて食べてみたんですけど、結構ね美味しかったです。ただ正直ねこれはパスタではないです。もう全然パスタとは味違いました。パスタのような小麦の香りっていうのがないので、別物を食べてる感じではあるんですけど、かといってこの豆感が強すぎるわけではないので、豆とかを加工したものってね結構豆の風味が強すぎたりするもの多いんですけど、これはねそんなこともなくて、パスタを食べたい時に代わりにこれを食べるっていうのはね全然ありだと思いました。僕の口には割とあったので紹介してるんですけど、この手の商品はね人によってはもう本当無理な方っていうのもねいるかもしれないんですけども、僕はね割とありでした。簡単に栄養素をいろいろ取れて、で糖質がオフということなので、パスタを食べたいけど糖質が気になるって方にはねおすすめです。はい、そんなわけで買ってよかったもの8つ目はこちらの全部ヌードルでした。はい、今月紹介するのは以上です。あとそうだ、これもね今月迎え入れたんですが、買ってよかったものというね言い方も違うかなと思うので別枠で紹介させていただきますが、うちに新しい仲間が加わりました。ベタのみかんくんです。めちゃめちゃ美しいですよね。うちにはこたつがいるんで、こたつの次はみかんかなと思って、こたつにみかんですね。これからちょいちょい動画に登場するかもしれないので、こたつともどもよろしくお願いします。はい、そういったわけで今日は10月の買ってよかったものを紹介しました。この買ってよかったものは毎月恒例でお届けしていますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。もし今日の動画が良かったと思った方は、ぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。